こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、スキレットクッキーのレシピを参考にしてスイーツを作りたいと思います。スキレットっていうのはフライパンみたいな調理器具なんですけど、それは鉄製のものなんで、私は今回ね、このガラスの耐熱の型を使って作りたいんで、スキレットじゃないんですけど、こっちの方がね、見やすいかなと思ってね。はい、これを使ってね、そのレシピを作ってみたいと思います。スキレットクッキーの塩キャラメルチョコレートチップクッキーです。もうね、名前聞いただけで美味しそうですよね。あ、皆さんお気づきですか？私の髪の毛の色が暗くなりましたね。はい、もうゆるちゃんではちょっと紹介してるんですけど、髪を染めました。このくだり先月もやった気がしますじゃあ作っていきたいと思います。常温に戻したバター、お砂糖、お塩2つまみぐらいすり混ぜます。クリーム状になったら卵を少しずつ加えます。薄力粉、ベーキングパウダー、チョコレートチップ混ぜます。はい、チョコレートたっぷりで美味しそうですね。次はキャラメルを作っていきます。生クリームにキャラメルを入れてレンジで溶かします。ちょっとキャラメルが緩いので足します。でレンジを使うときはね、生クリームが吹きこぼれないように気をつけてください。私は吹きこぼしました。もしこのキャラメルを作る場合は生クリーム 50cc、 キャラメル1袋入れて調整しながら作ってみてください。はい、こんな感じですね。冷えたらもうちょっと硬くなります。じゃあ型にクッキーの生地を半分入れます。伸ばしたらキャラメルをかけます。やばいですそして残り半分の生地も入れます。はい、ちょっとね、本当はうまく蓋するように広げたかったんですけど、ちょっと広がらないんですけど、これでもいいと思います。そして180度ぐらいのオーブンで15分から25分焼きます。はい、焼けたみたいです。おー、めっちゃ美味しそう。キャラメルがジュージュー言ってます。ちょっと熱すぎるので気持ち冷まします。キャラメルの香りがめっちゃいいです。アイスクリームをのせます。お塩をかけます。はい、じゃん、完成です。めっちゃ美味しそう。いただきます。もうアイスがとろけてやばいですね。あ、これはね、スプレーのホイップクリームです。これもね、一緒に食べます。めっちゃ中が柔らかい。これなんかね、半生で食べたりするのがさらに美味しかったりするらしいです。はい、こんな感じです。これはやばいです。キャラメルがね、ちょっとあったかくって生地は香ばしくて焼きたてな感じがしてめちゃめちゃ美味しいです。たまんないです。いや、相当でもちょっとかなり重いけど私たまんないですね、これ。うわ、キャラメルたっぷりです。こんな感じです。見えますか？美味しいけどなんか多分カロリーとか気にしとったらだいぶ恐ろしい食べ物な気がします。キャラメル3袋と生クリームが 200cc でできてますからね。クッキーがサクッとしとって、ちょっと半生状態なんですよ。ちょっとあったかくってとっても美味しいです。バニラアイスを食べるのがまたいいですね。これクッキーが熱いところもいいです。これキャラメルがいいですね。ホイップクリームもかけてみます。
楽しいはい、ありますね。便利ですね、これ。わあ美味しい。ホイップとかバニラアイスの甘さってちょっと優しい感じにしてくれるからさらに食べやすくなりますね。で、最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。もうね、甘くてめっちゃ幸せでした。でもちょっとね、キャラメルの量がレシピにね、分量が書いてなかったんですよ。だからキャラメルちょっと作りすぎちゃって、作りすぎたけど私は全部入れちゃったから、ちょっと量がもしかしたら多いかったかもしれないです。まあ、3分の1ぐらいでもいいかもしれないですね。で、あとね、チョコチップを入れるね、レシピはね、スキレットクッキーを冷やしてたんですよ。でも私は熱々のまま食べたじゃないですか。チョコチップって熱々のまま食べるとちょっと意味もなくなりますよね。冷えたらチョコレートがカリッとするのに熱々のままと食べちゃったからただのチョコレートがね溶け込んだ生地になりましたね。まあこれも美味しかったですけどね。焼きたてのクッキーをキャラメルソースにつけて食べられるっていうのがいいですね。しかもめっちゃたっぷりでしたしね。あとアイスとかホイップクリームもかかってるのもとっても良かったです。美味しくてね、甘いものへの欲求をねめっちゃ満たしてくれると思いますので、ぜひぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。